本音言うと上司ガチャとか聞くとクソくらいだと思いますからね。そもそもめちゃめちゃ間違いで、それ単純に多責にしてるだけじゃないですか。仕事できない上司だったのか、めちゃめちゃ仕事できる上司だったのか、どちらでもプラス要因なんですよ。ダメな人の特徴とか上司特徴とかお話をお伺いしていると思うんですけど、実際にそういう人に自分がなってしまったらどうしていくのかお話できたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。例えば入社した時の配属されたところの上司がダメ上司だったらどうしようみたいな視点ですかね。いわゆる上司ガチャとか最近だって言われるんですけど、本音言うと上司ガチャとか聞くとクソくらいだと思いますよね。そもそも上司を評価する立場にないから、それは勘違いしない方がいいと思うんですよね。上司ガチャに外れたから自分は活躍できないんだって思ったら、そもそもめちゃめちゃ間違いで、それ単純に多責にしてるだけじゃないですか。そんなこと言ったら人生全部ガチャですよ。ガチャのせいにするのは勝手ですけど、逆にそうやって周りの環境に振り回されて生きていく人生を選ぶんだったら、ガチャで外れたって悩んでればいいんじゃないですかって思っちゃうんですよね。なんでそんな上から目線なんだって思いますよね。少なからずどんな人であれ自分よりも人生長く生きていて、少なからずその立場に立っているわけであって、まずは敬意を払えと。ダメとかどうとか言う前に、まずはやっぱり敬意を払いましょうと思うんですよね。逆にその人に言いたいんですけど、あなたが上司になった時に同じこと思われますよと。自分自らが上司を部下が評価していい。そして部下が上司を罵っていい。部下が上司をあいつダメだとかっていう、これ自らがやってたら、あなたのことを見た新しく入ってきた後輩とかは、それが正だと思うじゃないですかと。もしあなたが上司になった時に、そういう文化が受け継がれてたら、あなたが上司になっても同じこと言われますよと。ダメかどうかっていう、そもそも判断することがちょっと違うなと思っていて、例えば仕事できない上司だったのか、めちゃめちゃ仕事できる上司だったのか、あなたにとってはどちらでもプラス要因なんですよね。そもそも新入社員でまだその仕事も理解してないし、経験もしてないのに、どんな上司がいいか悪いかってあなた経験あるんですかと。それこそネットの情報とか周りの友達のよくわからない話とかに流されてるだけで、あなた自体そもそもどんな上司がいいとかどんな上司がダメだとか判断する経験がないじゃないですか。にもかかわらず評価してるわけですよね。上司ガチャ外れたとか言ってるわけでしょ。ちょっと理解できない。これ言ったらなんかすごい怒られるかもしれないけど、上司ガチャに外れたとか言ってる部下は上司からもう部下ガチャに外れたって言われてるんじゃないですか。そういうことを言って自分にとって何か得あります？例えばですね、第三者として聞くとするじゃないですか。A 君が、いや俺上司ガチャ外れたんだよ。最悪なんだよダメ上司でさって言われたら、俺が B 君だったら部下からこう言われないようにちゃんとしなきゃって思うのは一面で、こういう部下いたら嫌だなって思いますけどね。例えば B 君がすごくいい職場で働いていて、B 君もすごい充実感を持って仕事やってたとして、その B 君が会社からちょっと誰か知り合いでうちの会社で働いてくれる人いないって言われた時に A 君を誘うか、もっと言うとB 君昇進だ、チーム率いてほしい、メンバーはもしかしたら外から連れてきても構わないって言われた時に A 君誘います？あんまりいいことないと思うんですよね。僕ら経営者とか芸能人とかもそうかもしれないですけど、喋らなきゃいけないからやっぱね、たまに炎上とかなっちゃいますけど、でもそれもね、言うならば全部口が災いの音なんで、だから本来だったらあんまりネガティブなこととかは喋らないに限りますよね。対処法みたいな感じだと思うんですけど、まず一つはあんまり口に出して言うことじゃないと思いますよ。自分にとってはあんまプラスがないんで口に出しても、ただ自分のストレス発散でしかないじゃないですか。口に出すとやっぱりまた脳に返ってきて思い込んじゃったりするんで、それは置いておきましょうというか、この上司微妙だなとか、もし思ってしまったとしても一旦自分の心の中にしまいましょうと。いいと思う上司に当たろうと、微妙だなと思う上司に当たろうと、あなたがやるべきことは変わりませんよ。もしいい上司についたと思ったんだったら、いい上司の真似れるところとか学べるところをとことん吸収しましょうと思いますし、もし微妙だなという上司に当たったんだとしたら、その微妙な上司がなぜ微妙だと思うかというところを考えながら、一つは反面教師かもしれませんし、もう一つは逆にその微妙だと思われている上司、もしかしたらあなたが思うのが他の人も思ってるかもしれないと。逆にあなたの裁量が増やせるかもしれないじゃないですか。いい上司が完璧にやっちゃったら、あなたの出る幕あんまりないし、あなたが頑張ったところであんまり成果変わらないかもしれないですよ。でも、微妙な上司だったら、あなたが頑張ったことで下手したらその部署結構成績変わるかもしれないし、もしかしたらいろんなことやらせてくれるかもしれない。だってできないんだから。で、あなた次第で変えれる余地は大きいってことじゃないですか。だから完璧な上司とかいい上司がついた時には、パクれるものはパクりなさい。でもあなたの余地は下手したら少ない可能性があります。だって全部上司ができちゃうから。でも、微妙な上司はできないんだから、できないところを補ってあげるって言ったら自分の余地はでかいかもしれない。要は自分がやったことで成果が変わる範囲が広いかもしれない。だから、いい上司だったらいい上司だったおかげでいろんなことが学べましたにもなるし、逆もそうで、ダメな上司だったから、微妙な上司だったから僕はいろいろ学びを得ましたって両方同じ結果になるわけですよ。で、傍から見てたらすごくうまくいってる部署があったとして、そこに新入社員が一人ポンと入って、引き続きうまくいっても、自分の存在はどこだみたいな可能性ありますよ。でもめちゃめちゃ悪い部署に入って、もしあなたが頑張って、その部署が成果伸びたら、なんで伸びたの？新しく入ったあいつがすげえいいんだよ。
こういう成果出してこういうことしてねって見られるチャンスでもあるわけですよ。一番やっちゃいけないのは、微妙な上司来た。ダメだ。俺の社会人生活終わった。俺は活躍できない。って言って、そうなった瞬間に、絶対できないですよね。それ人のせいにしてますけど、自分がそう思ってやっぱり頑張れなかったからそういう結果になっちゃうんで、いつまで経っても自分が活躍できるかどうかを上司に委ねてる。委任してるんですよね。だからどっかで脱皮しないといけないから、上司が誰であろうとできようができまいが、自分が成果を出すとか、自分のキャリアを成長させるとか、自分を成長させるっていう意味では、良いも悪いも別にプラスに捉えられますよと。そもそもその思考に陥っちゃうことをやめた方がいいですよね。やっぱ成果を出す人と出さない人の違いって本当に最初は思考にあって、出せない人っていうのは上司がダメなせいで私もこの部署も成果もなくて私もダメだったって言うんですけど、成果出す人は上司がちょっと微妙なおかげで俺いろんなことを言ったらやれたし、いろんなことを提案したらいろいろ受け入れてくれるし、上司が微妙だったおかげで成長できたんだよね、こういうわけですよ。僕はこの会社では成果は出せません。この上司の下では成果出せません。だから僕はもっと違う環境に置かれたらもっと成果出せません。自分から言っちゃう人は大体出せないですよね。人によって確かに環境を変えたらすごい成果出るのってありますけど、自分から言っちゃう人は大体どこ行ってもあんま変わんないですよね。いつまでも他人に振り回される人生はやっぱどっかで変えた方がいいですよね。自分勝手に生きろっていうことではないんですけど、マインドとか行動の部分では他人に振り回されて右往左往するのはやっぱどっかでやめた方がいいと。自分の人生の主人公って自分しかいないじゃないですか。なのに他人に振り回されまくってる。みんながこっちがいいって言うから私もいいと思うとか、あなた主人公ですよ。あなたの人生主人公ですよみたいな。主人公そんなに振り回されていいですか？誰もあなたの人生にあなた以外責任取ってくれませんよみたいな。今は逆にいい時代だなって思うのは、情報は取捨選択ができるじゃないですか。例えばこういうことを言うと、いやそうは言っても自分はそこまでこう変わりきれなくて、まだこう多責思考が出ちゃうんですよ。昔だったら情報源がそんなにないから、会社とか自分の友達から得る情報ばっかりが仕入れられて、自分の職場の環境とか友達の情報知識でしか価値観の補助とか固定概念とずれない可能性があったと思うんです。でも今って逆に言うと、じゃあ自分がこの多責思考にしないために、自分が人生の主役だからちゃんと自分はそう考えうるために同じような考えを持ってる人とか、自分が理想とする考え方を持ってる人の情報を見に行くとか仕入れに行くってさ別にできるわけじゃないですか。だから別に一人で悩まないんで、それこそ逆にそういう方がウェブとか SNS とかの使い方としていいかもしれないんです。思い出しましたけど、だから僕なんか実体験あって、前々職ぐらいかな。ちっちゃい引っ越し会社だったんですけど、いろいろやっていくうちにいろんな仕事を任せてもらえて、申し訳ないですけど、今振り返ったらその社長はダメ社長ですよ。なんでかって言ったら、朝来ねえし、仕事しねえし、全部任せっきりだし、金遣い荒いし、どうしようもねえなと思ってたんですけど、でも人は別に悪くなかったし、嫌いっていうのはなかったですけど、でもやっぱりそうやって気づくから、いやもっとこうした方がいいとか、ああした方がいいとか、こうしていいですかとかって言ったら、逆に言うと、放置プレイなんで、いいんじゃないって言うんですよ。だから、放置プレイがいいとは思わないんですけど、自分はそのおかげで、いろんな自分が思ったことを結構できたんですよね。それですごく学べたし、反面教師としても、俺が社長になったらこれは良くないんだなって思うことも結構ありましたし、自分からこうやって思われるんだみたいな。結果その社長、僕がここから辞めた後にしばらくしてボイコットとかされてましたけど、やっぱこうなるんだみたいな反面教師にもなりましたし、でも逆に言うと、そんだけ仕事しなくて散々浪費もしてましたし、ちょっとどうかなと思うのもありつつ、でもとにかくそういう社長だったから、自分はどんどんいろんなことをやらせてもらえたし、自分が考えてこうやった方がいいと思うことを全然いいんじゃないって、じゃあお前がそこまで言うならやればみたいな感じで言ってくれたんで、僕はすごいいい学びだったんですよ。社長ダメなんだよ、本当に朝も来ねえし、仕事もしねえし、とんでもねえ社長だ。だからこの会社は良くないんだ。だから俺は活躍できねえんだって言ってたら、多分一緒に沈没してるんですよ。自分に与えられた責任を果たすっていうことだから、でも仕事でおいたら単純にそれって成果を出すことじゃないですか。僕は自分自身として成果を出すことにコミットを自然とそうしてたから、それが新入社員であろうと管理者であろうと自分として最大限成果を出すと、そういう責務があると思うんで、それを果たすっていうことでシンプルに頑張っただけですよね。本日も最後まで見ていただいていましたありがとうございます。アプリックセンターではホームページ等々でいろいろ会社の情報を発信していますので、少しでも興味持っていただけたら見てもらえたらなと思います。また YouTube では業務の様子、研修やイベントの様子など、また対談なども数多く情報発信してますので、チャンネル登録していただけますと大変嬉しいです。また動画へのいいねなんかもぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。